書会56ページ、ぜひ一緒にお読みください。ちょっと読んでみますね。56ページ、マニュアルは万能じゃないという前提で、人間らしい一手が次につながる。我が家の近くに全国チェーンの飲食店があります。夜遅くまでやっているので重宝していて、時々食事に出かけます。私が出かける時間帯には70代ぐらいの男性スタッフがいることが多く、フルタイムのアルバイトとして働いているのだと思われます。ということで、定食の注文が間違えた話を書いているので、ぜひ読んでみていただきたいんですけども、今日の動画ではレジ袋問題をスタッフの側の立場からちょっと話を考察してみたいと思います。レジ袋が有料になって久しいんですけども、3円、5円、10円のとこもありますね。あと、なぜかどさくさに紛れて紙袋も有料になってしまい、洋服なんか買うとね、2万円とか買ってるのに、紙袋は有料になりますって言って、あと50円取るのみたいな、そんなもやっとした経験を持つ方も多いと思うんですね。で、私はもうめんどくさいから、聞かれたらはいはいお願いしますって買うことにしてるんです。もういちいち考えるのめんどくさいし、レジ袋とかもコンビニでも最近もう3円で買うんですけど、よく考えたら、レジ袋3円出すの嫌だなと思って、ダイソーで100均のね、レジ袋売ってるじゃないですか。100円でこの間買ったんだけど、30枚、1枚3円一緒じゃんって思ったんですよ。で、もうセブンイレブンでもね、ファミマでも、ね、なんかちょっとゴミ入れるのに使えますしね。あと、きちんと入れてくれる。やっぱプロはね、もうしっかりと入れてくれるので、もうレジ袋3円は買うことにしていて、で、有料の是非をここで議論するつもりはないんですけども、店員さんの側からすると、ようやく最近、なんだ金取るのかとかって言われなくなったかもしれないんですけど、紙袋も有料化されてきて、確かに紙袋ってあれコストかかってるから、有料は仕方ないと思うんですね。客単価が5000円、1万円、2万円したらちょっとつけてよってちょっと思いますけど、それは顧客の側のモヤモヤであって、スタッフの側はマニュアル通りに言うしかないですよね。なので、紙袋は有料ですが、お付けしますかとかって聞かざるを得ない。もう一日何十回も同じ質問をお客様にしてると思うんですね。この間ちょっと現場で目撃したんですけど、紙袋が100円のとこだったかな。有料ですがお付けしますかって店員さんが言ったら、お客さんがいくらするのって聞いてたんです。で、100円になります。高っ。じゃあいいやってね。で、これ言われた店員さんもなんかちょっと傷つきますよね。私が別に値段決めたわけじゃないのですなとか、申し訳ございませんとか、ちょっと言わなくちゃいけないとかね。で、私が店員の立場だったら、高って言われたら、ですよねって答えますよ。だって高いもん。で、私が決めたんじゃないしってね。こういう、私よくですよね攻撃って言うんですけど、クレームを長引かせないために、お客様が高とか、せっかく来たのに何品切れなのとかって、ちょっと嫌味ともがっかりとも、なんか一言返してくることってあるじゃないですか。で、それはスタッフとしてはどうすることもできない。だけど、マニュアルに何て書いてあるかわかりませんけども、反射的に申し訳ございませんって謝ると思うんですよ。でも、お客様は謝ってほしいんじゃないんですよね。自分の感想を口にしただけなんですよ。高とか。せっかく来たのに品切れなのっていうのは、別にクレームを上げてるんじゃなくて、私的に言うと困惑ですよ。マジっていうね。から、それに共感して差し上げた方がいいんですよ。で、共感の言葉で一番使いやすいのは、ですよね。ですよね攻撃。ただ、ですよねっていうのは、接客研修マナーでは多分使っちゃいけない言葉だと思うんですよ。で、一つは、ですよねっていうのは、なんかまるで会社の仕組みとか体制に問題があるようなことを追認してしまってるじゃないですか。だから、多分店長さんとか聞いたら、お前ですよねって言うな、お詫びしろ、申し訳ございませんって済ませろとかって言うと思うんですけど、上司の人が見てないところでは、ですよねって、私もそう思いますぐらいで話を終わらせちゃった方がいいですよ。だから、100円で買うか買わないかお客さんが決めることなんだけれども、お客様は、じゃあいらないやっていうケースが多いと思うんですけども、そういう100円高いって言って断られるケースが多いですってお客様の声を集めたところで、本社は、じゃあ30円にしようかとか無料にしようって多分会議やっても決まらないと思うんですよ。
それはそれでなんかそういう決定権持ってる人がどこにいるのか私分かりませんけど、現場の最前線のクレーム予防という概念で言うならば、お客様からちょっと嫌味っぽいことを言われたら、ですよねって言ってしまうのが一番早いし、他の言葉を使うのであれば、お気持ち分かりますとかね、おっしゃる通りだと思いますとか、っていうふうに軽く共感して話を終わらせれば、それ以上火がつくことはないと思いますので、マニュアルが万能じゃないっていうのは、接客マナー講師の先生方が教えたことの通りにやってるのに、お客様に怒りを増幅させてしまうようなね、誰も幸せにならないような流れを作らないということも大事かなというふうに思っております。ぜひ現場の経験であるとか困惑とかですね、こんなことをこの間ありましたっていうようなコメントでも結構ですし、ご質問も関係ですので、ぜひぜひどんどん入れてください。すべて目を通させていただいております。最後までご覧いただきましてありがとうございました。